こんにちは。こんにちは。今回は何が何でも思いにフォーカス。プリンセスウィークの実践。思い修正ノートの活用など自分らしい方法を見つけ、片思い成就です。おめでとうございます。はい、今回はリクエストも多かった片思い成就ですね。はい。いやー、この方はね、めぐるさん思い入れありますよね。はい、正直めちゃめちゃありますね。YouTube に何度かコメントをくださっている方なんですけれども、はい。とにかくどのコメントを見ても人柄の良さが滲んでいて、はい、この人好きって思ってました。はい。そして片思いしている人と見事に成就。本当にねえ、嬉しかったですよね。本当に嬉しかったですね。この方はね、韓国の方なんですね。でもめぐる最初あまりにも日本語が流暢すぎて、文章の内容も素晴らしいし、全く気づかなかったんですよ。で、日本で働いていたことがあって、優しくて素敵な日本の人にたくさん会えたそうなんですね。めぐるとしては海外の方でも人生においてつまずく場面は同じだったりとか、あと恋愛で悩む場面が似ていたりだとか、そういうところを改めて実感できたのはとても大きな発見だったし、こんな素敵な海外の方にファンになってもらえたっていうのは、本当に光栄の一言だと思っています。はい。あと、今回、片思い成就のご報告ですけど、はい。考え方とか意識の持ち方、意識の変化とかは、復縁にもズバリ当てはまるよね。もう超当てはまりすぎると思います。内容はもうすごい充実、参考になることありすぎるのでお楽しみに。はい。それでは、スタート。はい。ご報告してくれたのは Q さん30代の方です。2022年3月頃、褒め恋を知る。同時期、理想の彼氏リストが完成。その後、通い始めたジムでトレーナーに一目惚れ。旦那にするぞと思いを決める。思いを大切にするために、自分なりに考案した思い修正ノートとプリンセスウィークを活用。4月末、彼に告白。5月外で初デート、片思い成就。はい。思い修正ノートにプリンセスウィークってものすごくユニークだし、面白そうですね。めちゃくちゃ面白いです。Q さんは、ジムのトレーナーさんに会うまではどんな恋愛をしていたのかな？はい。自分で言うとずうずうしいのですが、以前は男性によく可愛いと言われ、モテる方だったと思います。でも、今から3年以上前、日本にいる時に4年間付き合った彼がいたのですが、私が韓国に戻ったことで遠距離になり、私は結婚を望みましたが、結局別れてしまいました。そのショックが大きくて、それから3年間全く恋愛する気にならず、時間だけが過ぎてしまいました。2021年頃、ようやくもうこのままじゃダメだと思って恋愛に積極的になり、アプリの出会いや会社の同僚など3人ほどと付き合いました。でも、チャラ男だったり、付き合うまで進展できなかったり、付き合った1ヶ月で別れたり、失敗ばかりな恋愛で、さらに自信がなくなってしまい、年齢のせいにしたり、自分の性格に問題があるのではないかと、いろいろと悩みました。はい。これはわかる人多いんじゃないですかね。長くお付き合いした人と別れて、やっと新しい恋愛をしようと思ったらうまくいかないことが多いと、誰だって自信がなくなってしまいますよね。そうなんですよね。Q さん、そのことすら今振り返れば新しい恋愛に対する不安や恐れなどから来る思考の結果だったんだろうと分かったようです。そうなんだよね。後から気づくことはあっても、渦中にいるときはしんどいっていうのはあるよね。はい。それから Q さんはどうしたんだっけ？
しっかり自分の心と向き合う時間を作ろうと思ったのです。自分の好みでもない男性に振り回されるのは嫌だと思ったんです。自分の理想の彼ってどんな人がいいのかなと、理想の彼氏リストを真剣に書いていきました。すると今の彼に出会ったのです。おー、すごい。はい。今の彼ってジムで知り合ったんだよね。はい。近所にあるジムのパーソナルトレーナーの申し込みをしたんです。そこにいたトレーナーさんで一目惚れしちゃって、10回券のパーソナルトレーニングを申し込み、週2回は必ず会いました。勝手な解釈なのですが、2人の目が合った時、お互いの目の中がスパークしたような、電流が流れるような感覚になって、いい印象だと思ったので、お友達のようになり、SNS は週に何回かはしていました。彼に会いたくて、運動が苦手なのに頻繁にジムに通って、彼の目に留まろうと頑張りましたね。すごい可愛らしいね。はい、いいですよね。めぐるもこの人って思った時は本当に黄色い稲妻が落ちる感じになるので、すごくよくわかるんですよ。稲妻、はい、激しいですね。はい。もうこの人みたいな感じですね。なんかでも出会った当初は順調そうというか、すぐにくっつきそうだけどね。それを阻むのがご存知エゴですよ。最初は彼も私にかなり興味を持って話しかけてくれたり、ボディタッチがあったり、目線を送ってくれるなど、これ気があるんじゃないと思わせることがありました。自分がこんなに惚れた相手は本当に久々だったので、まさに恋する乙女そのまんま。週2回ジムで彼と会う時間に優しくされたり、彼とのメッセージのやり取りで結構ドキドキ。自分がアップしたインスタのストーリーに彼から反応が来るたびに、10代の少女のようにギャーギャーしてました。恥ずかしい。でも、恋愛成就への気持ちが執着になってからは、彼の行動や言動に好きではないと花びらを一枚一枚取るように一喜一憂していました。好きな気持ちが膨れると同時に、昨年立て続けに失敗した過去の恋愛を思い出したり、あとは昔からの自分のジンクスが気になり始めました。どんなジンクス？はい。相手が私を好きな時は関係がすんなりいくけど、自分が大好きになった相手とはうまくいかないという自分の中だけにあったジンクスです。そうなると、彼と私はトレーナーと生徒という関係で、だから商売目的で優しくしてくれるだけではと思ったり、今は忙しくて彼女が作れないと言っていたなと思ったり、連絡のやり取りをしていて私が思うような反応じゃないと、やっぱり私一人で好きなのかな、この恋実るのかなとどんどんエゴまみれになっていきました。いやー、わかるよね。直接会えると思うような反応じゃないとついやっぱりうまくいかないのかなとか思っちゃうよね。そうなんですよね。ところで Q さんは潜在意識の知識はあった方なのかな？はい。昔から知っていましたし、興味があって結構いろいろな本を読んだり動画を見ていました。より本気になったのは2021年の年末でした。恋愛も仕事もうまくいかず、身も心もボロボロだったので、まず大掃除、断捨離など、こんまりさんのメソッドをはじめ、本気で潜在意識の勉強をしました。ホメレンに出会ったのは2022年の3月頃、ちょうど理想のリストを書いている最中でした。ジムで運動しながら、マッサージチェアで休みながらも、ホメレンの動画を聞いていました。なるほど。ジムでも活用してくれてたなんてすごいね。嬉しいですね。Q さんはホメレンで好きな動画はあるのかな？はい。YouTube のアプリを開くと、ホメレンさんのおすすめ動画が表示されますが、いつもその時にぴったりなアドバイスをくださって本当に不思議でした。
ありがたいことに好きな動画が多くて選びにくいと言いながらも、Q さん次の3つの動画をピックアップしてくれました。はい。Q さんお気に入りの動画その1、復縁報告動画すべて。私も復縁を願ったこともあったので、ご報告者さんのお話にすごく共感できたし、意識の変化に感銘を受けたり、すごく勇気をいただき、大変参考になりました。はい。中でも、復縁報告、現実の彼は偽物だったと腑に落ちた途端に復縁という動画と、復縁報告、彼はチャラ男で自分はバカ女、彼にも自分にも失礼な壮大な勘違いと思い込みに気づいて復縁というのは何度も見ました。はい。報告動画はもう Q さんで24本目になりますよね。本当ですね。励みになった方も多いようで、やっててよかったですよね。よかったですね。あの人のようにやればとただ真似したけどできないとかそういうことやってる場合じゃないんですね。動画でよく言いますけど、自分にそれが合うのかとか、自分だったらどうしたいのかとか、常に起点は自分に置いてほしいなと思います。はい、そうですね。2つ目の動画は？はい。Q さんおすすめの動画、その2。1に自分、2に自分、3、4も自分、5に自分。すごく好きです。ありがとうございます。彼になってると、1に彼、2にも彼、3、4も彼で、5にも彼みたいになってるっていう、どんなに大事な人も自分より最優先にする必要はないっていうお話でしたね。はい。何はさておき、まず自分です。はい、そうですよね。じゃあ3つ目の動画は？はい。Q さんおすすめの動画、その3。引き寄せ放浪者のワンデールーティン。引き寄せ上手のワンデールーティンです。ワンデールーティンシリーズも印象に残っています。特に放浪者ルーティンはうまくいかなかった時の自分とそっくりで笑い泣きしました。これ結構好きな人多いよね。一日の中で引き寄せ放浪者と引き寄せ上手ではどれぐらい意識に差があるかっていうのを動画にしたんだよね。はい。放浪者になりまくってたなと気づいたら引き寄せ上手になればいいだけなんでね。はい。Q さんはエゴが出た時はどんな風に対応してたのかな？はい。エゴは当然出ることはありましたが、私の場合はせっかちで他力になかなか委ねることができず、自力でどうにかしようと思ってしまう方だったんです。だから、このあたりは自分なりに対策を考えていきました。私が褒め恋を知って一番変わったのは、以前はうまくいかない恋愛や嫌な出来事を振り返るときに、起きた現実にフォーカスしていましたが、褒め恋のおかげで起きた出来事ではない、その裏面にあった自分の思いにフォーカスするようになりました。ここは自分の中ではかなり重要なことでした。そう思うからそうなる。どう思うかがどれほど大事か分かっていたので、自分の場合は思い修正ノートを活用しました。ここでその思い修正ノートが出てくるんだね。そうなんです。彼の言動行動が自分が望むのと違ってがっかりしたとき、赤ペンでこうなったらいいなと思う自分が望むことを書いてみました。これは現実を細かく見てしまう恐れもあると思います。でも、それよりも大事なことがあると思っていて、こうやって自分がやってもらいたいことや、彼との関係で求めることを書きながら、恋愛において自分がどうありたいのか、どんな恋愛がしたいのか、好きな人と今後どんな関係を望んでいるのかという自分が求めることをしっかり知ることにつながりました。なるほど。すごいね、Q さん。はい。思いの修正ノートは、Q さんは自分軸に引き戻すためにうまく活用できたのがすごいんですよ。自分のあり方にあくまでもいられるように自分なりに考えた結果なんですね。本当だね。はい。思いの修正ノートで
なりたい自分を設定できた後、さらにプリンセスウィークというのを設けて実践したそうなんです。へえ、プリンセス。お姫様のような1週間ってことかな。そうです。恋愛において自分はもう尽くす人、悩む人、彼の言動に一喜一憂する人ではなく、愛される、大事にされる、向こうがもっと尽くしてくれる、まるでお姫様のように大事に扱われる私でいたいと思いました。プリンセスウィークはまず自分が好きなディズニーの映画などを見て、優しくて勇敢で素直な、美しく輝く彼女たちのように自分もそうなるぞと決めることから始めました。あとは外見と心のケアです。ネイルやマッサージなどに行ってプリンセスな気分でサービスを受けたり、いつものスタイルとは違うふんわり綺麗に見せる洋服を買ったり、幸せになれる内容の本と音楽だけ読んだり聞いたり、自分のためにお花を買ってお家に飾ったりしました。ここはあまりお金をかけず、アプリでこんなスタイルしてみたいななど、理想の服装や髪型、食べたいお料理、行きたい旅行地などを探すのもいいと思います。妄想にはまりすぎた時は、映画シンデレラのテーマ曲を聴きながら歩いた時もありましたね。道端の木やお花、鳥さんや猫ちゃんにもシンデレラのように心で声をかけていたので、誰か知っている人が見たらかなりやばいやつと思われたかもしれないですね。不思議なことに、プリンセスウィークにルンルンで過ごしている時に、道で知らない男性に声をかけられたり、電話番号を聞かれたことが何回もありました。笑顔でのほほんと幸せそうにしているように見えたのかもしれないですね。なるほどね。プリンセス効果すごいね。はい。これはやって得しかない感じがしますね。そして完全に慈愛につながっています。自分に合ってそうと思う人はぜひ取り入れてみてください。はい。Q さんの片思いが成就した経緯はどういう感じだったのかな。10回目のパーソナルトレーニングが終わるときに、彼から告白されるといいなと思いましたが、彼は職場にいて動きにくそうだったので、自分から好きだと告白したら彼に僕も好きだよと言われました。自分から告白するなんて以前の私にはとてもそんな勇気はありませんでした。慈愛をしていたからできたのだと思います。妄想プリンセスからいただいた素直さと勇気、優しさのおかげです。すごく素敵な成就だね。本当に良かったね。はい。Q さん、改めておめでとうございます。Q さん、トメレンの視聴者の皆さんにメッセージをくれたんだよね。はい。もうね、多くの人に励みになるメッセージですね、これは。読み上げます。片思いの話でいいのかなとかなり迷いましたが、自分の経験を通して皆様に伝えたいことがあって勇気を出しました。私が伝えたいのは、誰かを好きになることは本当に素晴らしいことだと思いますが、それよりその前にまず自分をしっかり愛してください。彼に食べさせてあげたいこと、買ってあげたいこと、してあげたいことをまずご自分に存分にしてあげてください。彼を待たずに食べたいものはいっぱい食べて、行きたい場所にも行って、大事なご自分と幸せなデートをしてください。そしてまた彼と出会えた時のためにどんな自分でいたいのか、どういうふうに愛されているのか、今後どんな関係を築きたいのか、ゆっくり考えてみてください。私は以前、彼と一緒にいたいという気持ちだけで無理やり付き合ったり復縁したことがありました。結果、全然幸せではない。彼の言動に一喜一憂して振り回される日々を送りました。
そんな風に不安で惨めな思いをする恋愛をしたこともあるんです。ですので、現実に妥協しないためにも、まず彼がいてもいなくても、どんな自分でいたいのかを決め、どんな風に愛し合いたいのか、どんな関係でいたいのかをしっかり決めてほしいのです。愛されて当然、そんな大事な存在であるご自分を認めて、理想の自分を描きながら、今幸せにお過ごしください。そうすると望んでいる彼はもちろん、いろんな人から愛されると思います。こうして自分の思いを書きながら、私自身も改めてこれからも自分を愛する気持ちを忘れずに、しっかり自分軸を持ち、愛し愛される人生を過ごそうと決めました。私のお話がお一人だけでも響いてくれたらいいなと思い、お話をさせていただきました。誰かを愛せることができる素敵な心を持つ方々が、自分を大事にしてくれない人に傷ついて泣きませんように、しっかりご自分を愛し、お好きな方にも愛されてほしいです。めぐるさん、いるるさん、そして視聴者の皆様の幸せをお祈りしています。いやー、泣けるね。もうこれは心に響くものがあるメッセージですね。いやもう本当に心がこもっているのがよくわかる文面ですよね。もう片思いだからとか本当全然関係ないよね。はい。復縁でも十分に当てはまることばかり、参考になることばかりですね。本当です。思いに居続けるために何ができるかちゃんと考えていったところも素晴らしいと思います。あとね、本当いつもそうなんですけど、視聴者さんのね、幸せを願うような方なんですよ。もともとの人間性というか、とてもね、温かい人なのが伝わってきますね。すごいよね。悩んだり、つまずいたりする葛藤もよく分かったし、とても参考になる報告動画だったと思います。そう思います。はい。というわけで、今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。スーパーサンクスもいただいてます。いつもありがとうございます。